こんにちは。アルバルク東京ザック・バランスキーです。アルバルク東京テーブス海です。本日は最新バッシュからスニーカーまで、振り返って全部紹介したいなと思います。よろしくお願いします。僕のバッシュへのこだわりは、軽さとクッション性とグリップ性の3つが一番トップの、スリーポイントで、その中でなるべくローカットだったり色が派手めなやつが好みです。はい、僕は、まずは絶対ローカット、やっぱその足首の柔軟性というところを保つためにやっぱりローカットが一番自分に合ってるのと、あとはあれですね、その色としてはやっぱ僕も派手寄りな色が好きで、ユニフォームに合う合わないは別としてなるべく派手なバッシュを選んでいます。最近よくブーストとかも流行ってると思いますけど、やっぱりその足裏のところもなるべく柔らかい方が毎日練習だったり試合重ねていく上で、足裏とかその膝への負担が減ると思うので、なるべく柔らかい方がやりやすいかなと思います。僕も柔らかい方が好きで、ブーストよりはちょっとライトストライクとかそっち系の方が好みで、箱から出したその初日から気持ちよく履ける柔らかい靴が一番足への負担も少ないし、いつ履いても疲れにくいのかなと思います。個人的なイメージだとブーストの方がプニプニって言い方合ってるか分かんないんですけど、ちょっとプニプニして重さはあるけど、ライトストライクの方が反発性があって軽い、飛んだ時に軽さを感じるっていうか。僕特に扁平足なんで足裏結構気にすることが多くて、ブーストの方がさっきザックが言ったように疲れが溜まりにくいという、僕そっちの方がいいかな。最近そうですね、 A1 履いて、今までそんなブースト系多分好んで履いてこなかったけど、すごい A1 は今までない柔らかさっていうか、最初ゴムみたいな感触の中で履いてみたけど、すごい歩きやすいし走りやすいし、反発してる感じがすごい僕にとっては履きやすかった一足ですね。いやマジで両方結構ローカットでデザインがめちゃくちゃかっこよくて、最初 A1 が出た時にもうすぐこれ絶対履いてみたいと思って、ここら辺ですね、このメッシュみたいなところ、あまり他のモデルにはないような、デザインと、でハーデンの方は、ハーデン7と比べて全然デザインも変わって、ものすごく軽くて、特に僕のプレーにはすごい合ったバッシュかなと思って練習で結構履かしてもらってますね。いやアンソニー・エドワーズの A1 は結構ツートーンで、ですごいシンプルなカラーリングですけど、めちゃくちゃかっこいいと思うし、特に僕たちはそのホームゲームは、黒のユニフォームなんで、もうどのバッシュもどのカラーバリエーションも合うなと思うし、本当にかっこいいなと思います。その中で A1 の多分一番最初に出たピンク系、サーモンピンクは多分アンソニー・エドワーズのお母さんとかおばあちゃんが好んでた色を選んだっていう感じで、僕もいつも10月にピンクのバッシュ履いたりしてるから、そういうメッセージ性もすごい良かったなと思うし、
本当書いたように、全部ツートーンめっちゃかっこいいし、なんかこのハーデン8もなんか普通に私服としてもおしゃれに、これとか特にジーンズとか白 T にめっちゃ合いそう。確かになんか全部私服でも履けるようなスタイリッシュなバッシュが多いです。特にハーデン毎回なんだ会場入りの服もこだわってるから、そういうオンコートオフコートどっちでもいけるのがハーデンらしくていいなと思います。これすごい。これすごい。でもAって結構柔らかいけどしっかりしてるっていうか、後ろのこのソールも硬そうに見えて履いたら全然気にはならないし、中のクッションがしっかりしてるからしっかりホールドされつつ、あとこれ多分通気性で、俺足汗めっちゃかくからすごく助かってる。そう裏がめっちゃ独特っていうか、なんか他のバッシュとソールの感触が全然違う。中にブースト入ってるの見えるんですけど、これそこに塗ってある色もちゃんと合わせてるっていう。確かにいいね。めちゃくちゃおしゃれ。そうですね、もうトレイヤングのモデルはもうずっと愛用してて、もうワンからやっぱりめちゃくちゃその軽さとそのローカットのところがすごい、重視されてるモデルだと思うので、本当に自分のプレーに合って、なんかトレイ履くと、いつも以上にスピードが出るという、結構軽く走り回って切り返しもめちゃくちゃ効くし、グリップもいいしで、一番最近のトレイ3ですかね、またデザインも変わってなんかちょっと分厚くなってるように見えるんですけど、多分そこのところのサポートが分厚くなってるだけでまだちゃんとそこローカットのところを保ってるんで、もうカラーのバリエーションもめちゃくちゃかっこいいと思いますし、本当にトレイヤングのシューズは、いつも愛用させていただいてます。そうですね、もうその写真出た瞬間山田さんに連絡させていただいて、もうこれ絶対履きたいですって言って案の定1年間ぐらいずっと履いてました。特にワンはもうめちゃくちゃローで本当に動きやすかったですね。今も履いてますけど、たまに邪魔されないがやっぱ一番言い方合ってるのかなと思いますけど、もうソックスも一番薄いの、バッシュも一番薄い軽い、もう裸足でバスケットしてるような感じで野生的だな。そうでテーピングもしないからね本当にプレイスタイルには合ってるよね。そう合ってる。で本当トレイ3は今うちの福澤浩平が一番そうだね多分愛用して履いて、もう今までで一番足に合うって言ってるもんな。本当人によってどれが一番合うかは全然変わるけど、なんかソールの安心感がすごいあるって言ってた。でもかっこいいよね、本当色も。でもトレイヤングにしてはなんかシューレース多いかな、ちょっと1と2シューレースだんだんなくして、そうだね、3ぐらいはもうなくなるのかなと思ったら逆に増えちゃってあれちょっと路線変えてきたなと思いました。そうだってもともと多分トレイヤングネクストレベル、シューレースない靴を履いてて、でセギヌチができてから本当このシューレースあんま意味ないよねぐらいの感じだったけど、今回はしっかりシューレースついてる。僕結構一通り全部履くんですけど、ドノバンシリーズはずっと1から一番熱い愛用して、で今5も練習とか試合でも履いてるし、もう本当なんだろう、ドノバンは全部軽くてクッション性が僕はすごい合ってるし、これめっちゃ軽いね。なんか履いた瞬間から本当にすぐ試合行けそうなイメージがドノバン昔からあって、
あとデザインがいつもおしゃれっていうか、これとかドノバン4は多分当時ユタジャズの時のカラーリングだし、ディズニーのマイク・ワゾンスキーとコラボしたりとか、なんかそういう楽しめる派手なやつとかも好きだから、足にも合うし、その見た目も好みに合うし、もともとドノバンのプレイスタイルも好きな上で履いてみたらすごいあったし、ドンイシュ5のドンの意味わかる？ドノバンのドンじゃないんだ。じゃないんだよ。なんだ。あいつの座右の銘っていうか、determination over negativity ああ、そういうことね。を取ってドンらしいんだよ。すごいねそれ。そう俺も最近知ったけど。でスパイダーマンが好きだからスパイダーミッチェルで、それ入ってないと思うけど、これとかスパイダーのマーク、これなんかちっちゃくあるけど、このマーク俺一番好き。そうめちゃくちゃかっこいい。一番かっこいいんだよな。だからアディアスのそういうちっちゃいこだわりとか、ちゃんとバッシュに入れてメッセージ伝えるじゃないけど、そういうところ昔から好きなんだよね。いやかっこいい。一番最新のこれはやっぱり吉井のイメージが強いっていうか、やっぱ他の人は DM6 だったり7あたりの方が好んだり履く人多い中、吉井はこれが一番好きって言ってました。これね、俺も履いてたし、去年一昨年あたり多分チームの半分は履いてたんじゃないかぐらい最高傑作の一個だと思うんですけど、もう本当に何だろう、今は新しいやつもこれにストラップつけてよりホールド感あるし、若干こっちの方が軽いイメージはあるから、みんなそこの軽さを取るのかホールド感を取るかで、人によって変わるけど、本当にこのシンプルな8はめちゃくちゃ履きやすかった。これ日本人にめっちゃ合うんじゃないですか、その幅、足の幅とかで。福さんも言ってたけど、日本人比較的足の幅が外国人と比べると幅ある方だから、デイムのバッシュって結構全部幅取ってて、すごい日本人に合うとも聞いたことあるんですけど、俺結構足細いから細長いからあんまあれだけど。俺も細長いけどなんか全部履いちゃうんだよ。マジ？入れば全部履けるけど、広かったらだからなんなら細いから気にしないけど、太かったら気にするんだよ。ちょっと気にするよね、この辺りは。確かに吉井はちょっと広めの足してて、そうだね、吉井の足は広いです。吉井も A1 を楽しみに一回履いてみたら、狭すぎて俺には履けねえっていう、狭いって思ったことないもんバッシュを。そうだから多分どれでも履けるんだろうけど、吉井にめっちゃこれは超履きやすいじゃんっていう話したら、いや俺足入んないっていう会話はあったな。デーモはしっかりしてるイメージが一番ある。その壊れにくいイメージもあるし、もう本当になんかどのプレイスタイルにも合うのがデームなのかなみたいな、一番万能かもしれない。軽すぎず重すぎずグリップもあって、なんか万能的に一番誰もが履けるこの6足の中だったらデームなのかなって思います。ローズ履いてる人あんま見ないよね。キングカイ。キングカイ、ああそっか、そうそう。キングカイ選手がよく履いてると思うんですけど、彼もね、もう昔からローズに憧れて、もうめちゃくちゃ好きということで、それもあると思いますけど、案の定アスレティックな動きに合ったようなバッシュかなと思いますし、めちゃくちゃ軽いしね。デイムとローズは比較的軽さを重視したバッシュらしいので。
らしいいやもうちょっとローズだけこの中で履いたことなくて、でもすごい軽いし、なんだろうな、グリップ性もすごくありそう。まあでもバウンスだからそこはやっぱ軽くなるし、ローズといえばこの中で一番最初にシグネチャーモデル出したのはローズだし、やっぱり長年愛用してる人が多いのが間違いなくローズで、まあ、このアディダスさんのシグネチャーモデルのカルチャーを作った一人なのかなと思いますね。ではですね、歴代のお気に入り、お互いのお気に入りのバッシュを紹介させていただきたいと思います。僕はまず今履いてるね、こっちじゃなくてこっちのね、ハーデン7、結構代表の、試合で履かせていただいてて、で本当にねこのバッシュはねフィットというか、もうスリッパーで、いい意味でスリッパーでバスケしてるような、靴ですね。めちゃくちゃ履き心地も良くて、で見た目分厚いんですけどめちゃくちゃ軽くて、これは本当に今まで履いたバッシュの中でも最も履き心地の良さで言うと、一番かなと思います。でもう一個はこちらの、ハーデン4ですね。ハーデン4、これはですね、僕が最初、B リーグに入って宇都宮ブレックスに入った時に、1年間ずっと履いてた、愛用してたバッシュなんですけど、これもこれでめちゃくちゃ軽くて、で色はこういうね、派手なカラーのバリエーションもあって、これはねちょっとよく見たらですね、アディダスに作っていただけたんですけど、新人王取った時の、スペシャルモデルです。これは売ってないです。これは僕の宝物です。これは、2020、2021年のシーズンルーキーオブザイヤーで作ってもらいました。これはもう宝物です。はい、これは僕の、一番好きなバッシュ2足です。じゃあ次は MVP 取った時にまたもし MVP なんか取れたらトレイヤングで、トレイヤングの方でお願いします。いいね。でも MVP って大きく書いてください。それ楽しみにしよう。まあ僕のお気に入りの、2足っていうか、本当にアディダスのバッシュめちゃくちゃいろんなシリーズ履いてきた中で特に好きだった2つは今履いてるハーデン3。このバッシュは本当に僕の中でアディダス史上一番履きやすくて、唯一ではないけどブーストだけどめちゃくちゃ好きで、軽いしめっちゃローカットでスタイリッシュで、この時は自分で色デザイン、これですか。だからこれ全部自分で色デザインして、そうなの。なんか終端にも文字入れたりとか、後ろ番号入ったりとか。その色めっちゃかっこいい。なんかラグジュアリー感あるね。だからこの時はいろいろ自分の好きなカラーでも作れたのがポイント高いし、多分一番好きなバッシュで、今も大事なゲームとかまだ履いてるんだのために取ってある。そうなの。これまだ試合で履いたことない。で次の一足はドノバン3。本当にこれもすごく履きやすいし、なんだろうな、足のフィット感俺はめちゃくちゃ合ってるし、なんたってこれはマイク・ワゾンスキー、モンスターズインクとコラボでめちゃくちゃ可愛くて、やっぱ派手なバッシュ好きだし、なんだろうな、それは可愛い。これ反響がすごかった。履いた時バッシュめっちゃ可愛いとか、マイク・ワゾンスキーじゃんとか、なんかいろんなコメントもいただいたし、これと一緒にデームかなでサリーも出てて、それを土日で両方履いて、なんかそういう楽しみ方もあったし、でもこのドノバン3は本当にハーデン3に次ぐ僕の中でベストな一足でした。これもめちゃくちゃ履いてもう結構ボロボロになってきたけど、あと 2,3 回ぐらいはいけるかな。いけるっしょ。です。
本には持ってきてないけど思い出深い昔のバッシュ。僕はやっぱりそのハーデンの、ボリューム2かな、ちょっとメッシュ、まあ AE と似たようなちょっと横側にはメッシュがついてて、でそこもブースト結構分厚いブースト、ついてて、アメリカでバスケットやってた時、特にその高校、3年間ぐらいかな、結構いろんなカラーのバリエーションも履いて、一番印象深いというかその思い出深いバッシュかなと思いますし、自分がそのアメリカでバスケやってた頃のバッシュを1個、選ぶとしたらやっぱりそのハーデンのボリューム2ですかね。まあでもここ持ってきてない一足だったら、まあでもドノバン1かな。そのドノバンシリーズとして初めて出た靴ですごく履きやすい、なんだろう、衝撃的なイメージは残ってるし、まあ、やっぱそこからいまだにずっとドノバンシリーズ愛用してるのはその1足目のインパクトがあったからこそ、今も絶対履きやすいだろうなっていうイメージはついてるし、ドノバン1の軽さ、履きやすさはいまだに忘れられない一足だから、もう本当に自分の中では思い出深い一足だなと思います。いやでも本当に全部おしゃれですよね。僕結構ここら辺はよく履くんですけど、まあこれがやっぱりそのアディダスのスポーツウェアだけじゃなく、そのファッションの方でもやっぱり活躍する理由の一つだとも思いますし、やっぱり私服、特に僕が着るような私服とかに本当に合う、スニーカーが多いので、まあ、もちろん履き心地も、いいんですけど、そのおしゃれ感っていうのがやっぱ今でもやっぱり保ってるなっていうのがやっぱさすがだなと思います。まあ本当に僕個人も、まあ、特にこの上の段、普段の私服と一緒に履いてるシリーズっていうか、これの色違うやついっぱい履いてますし、もう本当になんだろう、バッシュとはまた違った、今時のバッシュとまた違ったようなおしゃれさはすごいあるし、やっぱり、まあ、どれ見てもこの街中で絶対アディダスってすぐ分かる3本線は多分どの時代でもファッションの最先端っていうか、もうなんかみんなが履きたくなるようなおしゃれさと、見たら分かるけどうざすぎない、なんかちょうどいいバランスをとってる、なんか外靴っていうか普段靴なのかなと思います。ここで質問です。このスニーカーに共通するところは何でしょうか。はい。なんだ。このスニーカーに全部共通する部分としては、もともと全部バッシュだったんだよこれ。マジ？うん、そう。マジか。バッシュなんだよ。これ全部ね、もともとバッシュなんだよ。知らなかったでしょ。知ってた。知ってたんかい。知ってたんかい。ごめん、俺知ってた。知ってたんかい。いや、そうなんですよ。もともと全部ね、バッシュだったんですよ。とんでもないですよね。いやー、今こちらをね履いてる俺らからしたら本当に人類ってここまで来てるのすごいよ。ちょっとこれを履きながら今のパフォーマンスはなかなか出せないのかな。平均3点ぐらいしか多分取れない。本当に、まあ、あんまり飛ばないキャラだけど、めちゃくちゃ飛んでダンクする人とかいやすごい結構疲労はたまるのかなってだから今ねいろいろ技術発展して感謝してます。一番古いのはどれ？これやろ。あ、それだと思う。これプロモデルだと思う。これ違う？それプロモデルこれプロモデル。多分一番正しい逆に。いや一番新しくはないと思うけど、やっぱり古く見えるっすよ。アディダスといえばプロモデル。スーパースタああそういうことね。ーが一番古いんじゃない？こっち。どうなんですか？これ？あ、プロモデルなの？あ知ったかすんだよ。知った風に話した。回と違う方行こうと思ったのに惜しい。よっしゃ。これ
100年前ぐらいじゃないですかこれどうですか100年いや1900 24年、まあ70年ぐらいじゃない言うてもそんなそれぐらい50年ちょい。そうね、60年後半がプロモデルへえあそうスーパーグリップが最初か。スーパースターの前がスーパーグリップっていうモデル。へえいやすごいよ。いやすごいよ。でもちゃんと今時にしてるよね。うん、だってこれシンプソンズ。シンプソンズとコラボで、うんもうここにイッチ&スクラッチっていうネズミとはい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 。猫のアニメが映ってるし、なんかホーマーがアニメでうん、犬の声優やった時の犬がここに映ってるし、もうこういう細かいおしゃれさ、昔のなんだ一番最初の場所を今時おしゃれにして、うんまた履けるってアディダスっぽいよね。いやなんかその新しくしてるとはいえなんかそのヴィンテージ感というかうんレトロ感を保ってるのはやっぱさすがやなと思うし、結構ファッションの方でもそれが最近の流行りとかそのヴィンテージ感やっぱりすごいなと思います。全部かっこいいっすよ本当に。 70年代がもうスーパースターうんで、80年半ばになるとこの真ん中と青のフォーラムとライバルライバリー、えこの2つ特に私服で俺は履いてる。確かに俺こっち入ってるしかもフォーラムの方はハイカットもな。うんうんうん。結構出てて、もうなんかいろんなカラーバリエーションあるし、まあ、本当に奥さんに「それ違う色じゃなかった?」っていうぐらいなんか持ってて「同じ靴そんなんいる?」って言われるけどいる。言われるでしょそれは。 33センチだからさ結構スペース取るんよ。そうだよね。それでも欲しい。まあ普段やっぱバスケで履いてただけあって、まあ普段はめちゃくちゃ履きやすい。うん、そうだよね。そうだよね。ちょっと今試合では履けないかもしれないけどいや一回履いてみたいけどねなんか。今日練習で履いてみるか。一回。でも本当普段靴としてはめちゃくちゃ履きやすい。ウービスとかアドとかも履いてたんじゃない現役時。そんな前じゃない。もうちょっと発展してるミニバスやってた頃にミニバス確かに履いてたんじゃない。最初はこの辺かもしれない。ウービスめちゃくちゃアディダスラバーだから。あ、そうなんですそう。へえ。ヨーロッパの人ってでもやっぱりアディダス。やっぱもともとヨーロッパのブランドだから多分ヨーロッパでの熱を熱い人は多いのかなって。今の気分的に一番履いてコーディネートしたいのは真ん中のこの白とグリーン。なんかこれからの春っぽい季節にもうシンプルにジーンズと白 T とかと一番合いやすいし、もうなんかやっぱバッシュっていうか靴を目立たせたいからこそ服はシンプルに着て靴のワンポイントにみんな注目してほしいのでこちら選びます。僕はもう春を通り過ぎてもう夏これでコーディネートしたいなと思います。もう短パン半袖でもうシンプルにオールホワイトで、これを履いて犬の散歩をしたいなと思います。4月27日はアディダスデー。皆さんもアディダスを着て試合に応援来てください。